東方水鳥花、今までの漫画作品と違う点としては妖怪に焦点を当てている作品。主人公の奥野田美代も座敷わらしということで、人間と妖怪の共存は可能なのかというテーマでやっているのではと考えられるぜ。AI などの技術が進み忙しい現代を生きる私たちにとって、怪しくも古き良き妖怪たちはオアシスというべき存在かもしれません。そんな妖怪たちが集う居酒屋芸丼亭の新刊が出たので一緒にゆっくりしていきましょう。それではまずはじめに、軽く東方水鳥花とはどんな作品なのか解説していこうと思います。一言で言うとこの漫画は、F 漫画なんです。ほう、その話詳しく聞こうじゃないか。この作品は所々に健全な東方プロジェクトとは思えないほど要素がある異質な作品なんですよ。もちろん後で紹介してくれるんでしょうね。私を誰だと思ってるんですか？ゆっくりレ夢ムだぞ。ゆっくりレ夢ムさんは弾幕の数ほどいるんですよ。でも確かに主人公のみよいちゃんが、そもそもスタイル抜群だしね。それについては後でむっちり解説するのでお楽しみに。いやむっちりじゃなくてみっちりね。さて、この水鳥花は非常に面白い作品で、ポイントとしては座敷わらしという妖怪に対して既存の文献だけではなく、それらで語り継がれる一般的な情報とは違った、東方プロジェクトならではの新しい設定を生んでいるところですね。まさに常識にとらわれない東方プロジェクトらしい作品ってことか。さらにその設定が、物語を面白くする上でかなり重要な働きをしていて、少しずつ真実が見えていくのが読者の心を楽しませるものとなっています。なんといっても、主人公のみよいは歴代キャラの中でも女子力が高く可愛らしい。また妖怪たちが酒を交わし合うという雰囲気なのでのほほんとした作品かと思いきや、シリアスさもあるという非常に面白い作品です。まさかのそのシリアスを生み出しているのがみよいちゃんだよな。そして奥野田みよいというキャラクターは、非常に謎が多いと言ったのですが、ついに最新刊でその正体が判明。水鳥花のストーリーを振り返った後で紹介していきますよ。そして最近の東方プロジェクトの傾向として、水をテーマにしているように思えます。まず水といえば東方強力異文、言わずもがな、地上に黒い水が出てきたという異変で、キャラクターは水にまつわるキャラや水を使った技を使うよな。そしてもう一つは書籍、東方地霊記伝。この作品は、一見ただの探偵物かと思いきや怨霊の宮出口水地という新キャラが歴代の中でも最強かつ最悪と思われる異変を起こしていて、霊夢を含めた歴代の妖怪たちが解決を試みるという最高作品になりそうな作品なんだぜ。まあ霊夢も死者誤入したら妖怪でしょう。あまりにも難しい話になるので今回は省きますが、水地は水の神スサノオとつながりを持っているので水と関係がありますね。そして東方水鳥花も名前の水イコール水になるし、そもそもお酒の話だから水とは深い関係があるということだよな。そんな水鳥花の主人公は奥野田美代、人間の里にある居酒屋、芸丼亭の看板娘です。クジラをモチーフにした帽子をかぶった、ピンク髪と緑色の目を持つ少女。髪型は右のもみあげの先端がカールしているのが特徴。なぜだかスイカの持つ息吹表によく似た絵の藤色のスカートを履いていますね。見ての通りその親しみやすさからか、みんなからみよいちゃんと呼ばれていますよ。実際にみよいちゃんは性格も基本的にめちゃくちゃいい子なんだよね。お客さんのことを一番に思っていて、サービス精神も高く、妖怪だけの居酒屋も作ってあげてますよ。外の世界から来た大妖怪のマミゾウや、正直者を好むスイカにも気に入られていて、よく一緒にいることが多いですね。そんな一流妖怪から気に入られているとは。ただし能力などは未だに不明。見た目に似合わずなかなかミステリアスなキャラじゃないか。そんな可愛らしさもありながらどこかミステリアスな雰囲気を持ったみよいちゃんを中心に事件が起きたり解決したりするという話です。この作品はみよいちゃんの正体が少しずつ見えてくるっていうのが、醍醐味となっているよね。まず第1話は人里に妖怪が出没して人間をさらっていったなんて噂話が、その噂を魔法使いのマリサから聞かされた白霊神社の巫女の白霊霊夢。そんな夜中にいつものように宴会が行われたのです。しかしそこには見知らぬクジラの帽子をかぶった少女の姿が、にもかかわらず、不思議とその中に溶け込んでいて、誰もが彼女について不思議がらなかった。霊夢やマリサも誰が作ったのかわからない煮物を喜んで食べていたんだよな。そして全員が酔い始めた頃、伊吹城から出てきたとんでもなく凶暴そうなイノシシが襲いかかってくるのです。ここの絵はマジで鳥肌級の絵になっているよな。水滝先生の絵のセンスがわかる超名場面ですね。そして霊夢は匂いに誘導されてお酒を飲み倒れるんですよ。そして気がつけば、いつもの天井、記憶も曖昧でどうやら酔っていた様子が伺えますね。さすがに霊夢もおかしいと思い、人里に調査に行くのです。霊夢はサボリマという愛称があるが、引き込みとかしたり実はちゃんと仕事をこなしているんだよね。そして調査を終えて帰ろうとした時、ピンク色の髪に特徴的なクジラの帽子、胸に謎のバッテンが入った少女が霊夢に声をかけてきたのです。そう、その人物は今作の主人公である奥野田美代。犯人そうに見えた美代ちゃんは調査の情報をくれたのです。非常に話し上手で霊夢ともすぐに仲良くなることができました。しかしその後なぜかまた霊夢の記憶が薄れていった、というのが第1巻、この作品のプロローグです。美代ちゃんが可愛すぎるのに、シリアスな雰囲気も
作ってくれていて、めちゃくちゃいい主人公してるんだよ。そうですね。なんといってもスタイルの良さは歴代でも随一。真面目にここまで胸を強調したキャラは数少なく、みよいちゃんぐらいの年の子なら彼女だけでしょう。レイムやマリサもちゃん付けで呼んでいて、みよいちゃんは彼女たちのことをさん付けで呼んでいることから見た目で言うと、年下の可能性も高いしね。ロリタワワキャラとか、ズンさんついにやってくれました。その後の展開はみよいちゃんのところに鬼の四天王伊吹スイカや数少ない幻想郷と外の世界を行き来できる大妖怪マミゾウがやってきて、お酒好きな彼らは深夜に妖怪だけの居酒屋を開店。まあ彼ら飲みに来るだけなのですが、はた迷惑な大妖怪たちだな。そんな可愛くて謎の多いみよいちゃんを中心に事件が起きたり、解決したりで少しずつ彼女の正体が明らかになっていくというものになっていますよ。しかし能力も完全に割れているわけではなくて、まだまだ不明点が多いんだよな。その後は、カラス天狗の新聞記者、社名丸綾がみよいちゃんの動きに怪しいと思いゲイドン邸へ来るのです。綾はブンブン丸新聞という個人新聞を発行しているんだよな。前回の人気投票ランキングライバル部門でも言ったように、同じカラス天狗で新聞記者の姫街道は盾とは、新聞の発行部数を競い合うライバル関係ですよ。私の中で綾の宿敵早田寺成美なんだけどな。約1000年ほど前、幻想郷に鬼が存在していた頃から住み着く天狗で思考能力は非常に高く、記者ながら幻想郷の中でも最高クラスの力を持っていますよ。そんな綾がなぜみよいちゃんのところへ行ったかというと、あるものに退治を依頼されたから。それは他でもない白霊の巫女。あの妖怪退治を生りとしている霊夢が妖怪に頼んで退治？これは未だかつてない展開だな。この場面だけでとんでもない量の情報量があります。まず霊夢はやはりみよいちゃんを退治しないといけない。霊夢曰く、みよいちゃんには記憶を操作する能力があるという。前回の闇落ち霊夢でも言ったように、霊夢は妖怪に対して丸くなっていることがわかる。霊夢は綾を推薦するぐらい信頼し合っているってことか。これはえげつない情報だな。能力に関しては実際に、霊夢やマリサは記憶を飛ばされることがしばしば見られます。依頼に関してはやはり綾も霊夢に対して好意的に思っている場面が見られることからも、霊夢は綾のことを深く信頼していることがわかりますね。そしてこの後、ゲイドン邸の看板娘のみよい VS カラス天狗の新聞記者社名丸綾という神展開が行われるのです。マジで気になりすぎてやばい。ここからの展開は本当にみんな見た方がいい。ここで語ると漫画のネタバレになるので詳しくは言いませんが、綾の強さがわかるし、彼女の頭の良さがどれだけすごいのかといったことがぎっしり詰め込まれてきて、何よりもシリアス展開が今までにないぐらい強く面白い。そしてなんだかんだで、社名丸綾とも打ち解けて、ゲイドン邸には社名丸綾、スイカ、マミゾウがつらつらとお酒を飲みに来るように、一度バチバチ展開になった者たちが遊びに来るようになる感じいいよね。地味にドラゴンボールっぽい構成を作ってるところさすがですよ。その後はなんだかんだありつつ、なんと交流道で活躍した、駒草三女が登場。新規キャラの駒草三女が登場したんだ。またもともと三女は美人キャラなんですが、水滝先生が書いた三女が美女すぎる。初登場した交流道では妖怪の山の内部が危険なため見張りをしてくれていました。本職は妖怪の山にある鳥羽の胴元で、利用者からは駒草太夫と呼ばれているぜ。鳥羽は妖怪の山の奥地の崖の上にあり、そこで三女派鳥羽として利用しているんですよ。確認できた主な客はもちろん妖怪で、天狗と山わらわが来ていますね。そしてなんと里の人間が正体を隠して来客しているんですよ。あんな危ない妖怪の山によく入れたな。漫画を見た感じ、かなりの高地にあり、多分普通に登るのは無理なので、森谷一家が作ったロープウェイを通していったのではと。いいぞ森谷一家。幻想郷には娯楽場所が少なく、三女が行う博打ぐらい、しかも治安の良さとなると、間違いなく三女の行う博打だけなんですよ。三女はタバコの煙で精神を操作する程度の能力で、客の精神を操って治安維持をしてくれてるんだよな。いつ大暴れするかわからない博打との相性抜群じゃん。ちなみに煙は三女が吸っているタバコから出ているもので、このタバコはあまり美味しいものではないらしい。ということは、わざわざ客の治安のために美味しくないタバコを吸ってくれているということなので、めちゃくちゃいい人なんですよ。みんなのために、治安のいい博打場所を作ってくれたりとなんていい人なんだ。そしてそこでなんとマミゾウ VS 三女の博打対決という、歴代キャラの面白すぎる展開が見れるんですよ。共犯勝負では三女は自分の狙った通りの目を必ず出すというイカ様を披露していて、勢いに乗ったマミゾウを散々上げてから落として見事すっからかんにしてみせたのです。まさか。焼き土下座なんてないよな。それ破壊時や。そしてその時、とんでもないシーンがあるんですよ。なんと三女が片方の肩出しを披露。これ本当に東宝プロジェクトの原作なの？三女エチエチすぎじゃないか。そうなんですよ。ところどころで、スタイル抜群のみよいちゃんの脳殺ポーズなどがあったんですが、ここでは東宝にしては珍しいはっきりしたサービスカットが用意してくれているんですよ。なるほど、これはエッ漫画だわ。新刊ではさらにすっぽいのが色々あるんですよ。嬉しそうにわざわざ登場しなくていいから。なぜ水長歌では珍しくアダルティックなシーンが多いか考えてみると、この作品はそもそも大人向け、お酒の話だったり、掛け事など話が難しめだったり、冒頭でも言ったように古き良き妖怪の話だったりしている
のでこのようにアダルティックな部分もあるのでしょう。なるほどね。深夜の居酒屋みたいにターゲットは大人の方ってことか。しかしそんな産業は人間が妖怪にとって食われたら鳥羽が危うくなると悩んでいました。そこでマミゾウの提案で人里の芸丼亭で行うことになったのです。なるほど。人間の里で行えばわざわざ妖怪の山に登らずに済むから、危険性が減るってことか。こうして新刊へと繋がるんですよ。東方水鳥科第5巻の表紙は化け狸をまとめる棟梁である二つ岩マミゾウ。前回大活躍したマミゾウか。マミゾウは漫画作品の登場回数が多く、東方プロジェクトの漫画キャラといえばマミゾウと言えるほどのキャラなんですよ。東方スズナーンでは準レギュラーとして活躍しているよね。しかし彼女の人気投票ランキングは78位と意外と渋い。同じ不遇キャラのかなこ様と一つ違いって運命すぎないか？そして第5巻の始まりは、前回の芸丼亭で博打をしようじゃないかという話から始まりますよ。人里の管理者の一人でもある霊夢にも承諾できた頃、お酒を飲みながら博打ができると聞いて店に入ってきたのはスイカ。しかも人のいる昼間に来て、鬼の証である角も丸見え。鬼を嫌う人間が見たらやばいじゃん。しかし前回の授業でも言ったように、霊夢は色々助けてくれたスイカのことを好いていて、通常人間の里に妖怪の出入りは禁止にもかかわらず簡単に見逃し、髪を言ってあげてツインお団子ヘアにしてあげました。お団子ヘアにすることで角が隠れるから昼間でも遊べるってことか。ぐっすんこの二人の仲の良さに泣けてくるぜ。言葉では出さないけど、二人とも信頼し合っている感じがいいですよ。そしてここでもなんともエッなシーンがあり、スイカがサイコロに化けた小さい狸を口に入れて吐き出すという際どいシーンが。そんな際どい部分でもなかったけどね。そしてスイカが持ってきた花札で、霊夢と勝負することになったのです。もちろん勘と運を持ち合わせた霊夢の圧勝。さすがは、神主から未来予知ができる子でいてほしいという思いで名前が付けられただけあるな。実は三女も来てくれていたのですが、最初は少しミステリアスな美人お姉さんという感じだったのが、その顔はもう少女漫画に出てくるいいお姉さん的な顔立ちとなっていましたね。三女に惚れてまうやろう。みよいちゃんとも仲良くなっていて、心癒されるシーンでした。その後はスイカはさりげなくその花札をタッチして、さりげなくその花札にかかっていた呪いを霊夢に解いてもらうということがありました。ここは結構話の難しいシーンだったよな。ぜひ見どころは漫画で見てくださいね。続いての回は、柿の木話。柿って言うとサルカニ合戦とかで出てくる果物の柿のことだよな。そう、マリサはその柿がたくさん実った木の夢を見るのです。しかし霊夢が言うにそれは非常に良くないことで、大量に実のなった柿の木の夢は近いうちに誰かが死ぬってことだそうです。それは縁起の悪い話だな。しかしさすがは白霊の巫女、お祓いをして取り除くというのです。まさかの公式で霊マリ展開とは。しかもそのお祓いの準備はかなり大胆なもので、マリサに白い着物を着させて高台で正座をさせるというもの。そのため、白霊神社に来た参拝客は処刑されるみたいだとも言われていました。マジで早く見たいんだが。マリサが着物姿で照れまくるというあまりにも貴重なシーンなんですよ。そしてみよいちゃんがそこに来て、マリサと同じようなことがあったお客さんがいたから、何か黒幕がいるのではという話に、それは沢ガニを売っていた漁師が怪しいということになり、霊夢は探すことに、しかし見つからず霊夢は諦めてせんべいをかじる。霊夢らしいな。その頃その夢を見たマリサがなんと夢で見た柿の実のなる木にたどり着くのです。そこには猿もいて、どうやら猿に勝てないカニを哀れに思った不思議な漁師がマリサに夢を見させて助けを求めたようですね。なるほど、それでマリサが来たことで猿が逃げてカニの勝利となったのか。不思議な話だな。おとぎ話を元にした幻想的な話が東方プロジェクトらしくていいですよね。そして続いての回が超重要。時は少し経ちマリサが霊夢のところへ来て、芸丼亭に鬼が現れたというのです。人間の里に鬼が入るなんてかなり危険なことじゃないか。そのため、さすがに危険な状況になってくると思った霊夢は気合を入れて調査することに。一方その頃、鬼と繋がりがある不思議な少女のみよいちゃんはなぜかスイカを探していて、あややまみぞうに情報を聞いていたのですが、詳細がつかめず、そこでなんと、みよいちゃんから衝撃のカミングアウトが。彼女の正体はスイカの同時、つまり眷属だったのです。つまりスイカの従者ってことか。また本人曰く、座敷わらしというのは本当で、住んでいる家はスイカの氷炭の中とのこと。座敷わらしは帰る家が大切で家を失えばそのうち座敷わらしも消滅することに。だからみよいちゃんは焦っていたのか。その焦り方がまた可愛いんですよ。みよいちゃんが一番女の子らしいキャラだよな。その後マリサが調査していてお得意の侵入で、あるものを芸丼亭から借りパク。マリサ派行動力の鬼です。そして、その芸丼亭にあったものは旧地獄温泉街のお土産。人間が行けるような場所ではないから怪しいな。また旧地獄は鬼とのつながりがあるので、霊夢も旧地獄へと調査しに。旧地獄は生身の人間が来るようなところではないのでやはり霊夢が来るとざわつき始めました。そして旧地獄の温泉街の管理者の一人でもあろう、星妻
の遊戯が登場。おお、鬼の四天王の一人である遊戯姉さんが登場したか。しかもこれまためっちゃセクシーなんですよ。遊戯は天狗の社名丸綾やカッパのニトリも過去に妖怪の山で鬼を頂点とする社会があったこともあるんですが、未だに頭が上がらないという鬼上司。スイカも未だに天狗を従えられるし、鬼たちはマジで強いんだな。しかし過去に人間に騙し討ちを食らい、今は地底旧地獄の旧都に住んでいますね。旧都とは地獄の縮小の際に切り捨てられた大都市であり、現在は荒くれ妖怪たちが勝手に住み着いて町を築いていますよ。そこの元締めである星熊遊戯は着物のような服装ともう一つの2パターンがありますが、今回も着物。やはり体操服っぽい衣装は私服的な感じなのかな。体操服遊戯も好きなのでまたあの姿で出てほしいですね。そして何かを知っていそうな遊戯と一触即発しそうな雰囲気で35話が終わるのです。そして36話では遊戯と霊夢のバチバチバトル。と思いきや、なんとあの霊夢の入浴シーンが公式的に見れるのです。ズンさん、大サービスすぎでしょ。まさかあの健全中の健全な原作東宝プロジェクトから、こんなサービスカットを出してくれるなんて驚きですね。どうやら遊戯がわざわざ温泉に誘ってあげたようです。その理由は本人曰く、思い詰めた顔をしていたからな。そんな顔で温泉に一人旅なんてろくな結果にならないだろ。さすがは遊戯姉さん、いいこと言うぜ。ちなみに、そこでは珍しく遊戯は頬をあからめていて、どうやら霊夢が恋愛でうまくいかなかったと思い、同情して誘ってあげたようです。遊戯姉さん乙女すぎて笑った。そして遊戯は霊夢を飲みにまで誘ってあげました。めちゃくちゃ接待してくれるじゃん。理由としては、白霊の巫女が来るとなると、治安維持ギリギリの旧地獄が暴れ始めて、大変なことになるから。なるほど、霊夢の強さを見込んで危険だと思いかくまっているわけか。そして霊夢はゲイドン邸に現れた鬼について遊戯に説いたのですが、なんとその鬼の正体はスイカではなく遊戯だったのです。一体それはどういうことなんだよ。本人曰く、お酒に目がない遊戯は何だったら昔から通っていたとのこと。しかし霊夢もお酒には詳しく、遊戯の持つ星熊杯は酒のランクを上げるというアイテムで、わざわざ危険を冒してまで地上に来る意味がないというのです。なので嘘をついているってことか。そこでの明るい雰囲気は一気に冷めて、とんでもなく重い空気に、二人が完全に戦う姿勢となり、いつでも周りが吹き飛びそうなほどの展開となりました。そして霊夢がお払い棒を振りかざしたその時、その戦いをやめてと聞き覚えのある少女の声が、そう、その声の主はみよいちゃんだったのです。なぜ彼女がそこにいたのか？なぜスイカが消えたのか？その真実がそこで語られました。まずスイカは地底窮地の池地獄へと向かっていたのです。待って、現在窮地の池地獄の管理者といえば、東鉄ユーマ。東鉄ユーマは東方強力異軍のラスボス。畜生界の四大組織の一つ、強力同盟の同盟長で大足霊を統括しているんだぜ。部下からはものすごい信頼を得ているんだよな。賢く冷静で、無敵に等しい能力を持っていて、頼りになるボスとして部下からは慕われているのです。強力同盟のモットーは漁夫の利であり、徒党を組んで派手に動くようなことはせず、気が熟した時に楽して全てを奪おうと画策する、弱肉強食の畜生界では異質の組織。動物霊でのドタバタ騒ぎに紛れて地底の地の池地獄に手をつけ、この世全ての欲を手に入れようと今作のラスボスとして立ちはだかるのです。しかし幻想郷の賢者沖縄の秘策、フランドール・スカーレットによって阻止されています。やっぱり強力異分は何度聞いても神展開すぎるぜ。が、2022年秋にてその後の話があり、東鉄はフランドールと沖縄とリベンジマッチをして互角に渡り合える強さを披露。アップで前からもしっかり彼女を倒したものはわずか。また今作のマリサは自分の気質に合った水の弾幕にもかかわらず、本人曰く、手加減しまくっても勝てるという恐ろしいほどの強さを秘めていることがわかります。四大組織って言われてるけど、ここまで強かったらパワーバランス的に強力同盟が圧勝な気がするが、それほどの強敵である彼女の元になぜスイカは向かい、帰ってこなくなったのか？ミヨイはなぜ旧地獄にいたのか？遊戯の企みは何だったのか？その真実は、その真実は、ぜひ漫画を手に取り皆さんの手で解き明かしてくださいね。いやー、めっちゃ気になる。これが東方水長歌という漫画の魅力と最新刊の大体のあらましですね。いやー、ついにみよいちゃんの正体がスイカの同時だと分かってびっくりしたぜ。遊戯姉さんの活躍や、あの強力異分のラスボスの東鉄の登場、霊夢の入浴カットなどお宝シーンが盛りだくさんでとても面白かったですね。今後の展開はどうなっていくのか楽しみですよ。水長歌は妖怪による懐かしきふんわりとした作品だが、時にシリアスがあって時にはセクシーな場面もあるから好きな作品だよ。視聴者さんも手に触れて読んでみてくださいね。それでは今回の授業はここまでにします。東方水長歌を読んだ視聴者さんは良ければ感想を教えてくれよな。また人気投票エクストラトップ10や、みよいちゃんを娘にしたらどうなるのかなども解説しているので見に行ってみてくださいね。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。